こんにちは。推し活楽しんでいますか？ウイスキーのりこちです。つい先日、推してるグループのライブの日程が発表になって、どこか行けたらいいなぁと気合を入れて申し込みをしてきました。そしてまだ全然先なのに、応援用うちわの素材を100均のセリアで買ってきてしまいました。取らぬ狸の皮算用。ということで今回は、セリアで購入した無地の黒いうちわと、このチャンネルでたびたび紹介しているエプソンのミニプリンター PF71 を使って、オリジナルの応援うちわを作る方法をご紹介します。推し不在の誕生会で飾ったり、ライブなどに行った時に使ったりする応援うちわ。他にも私はライブの日の記録で泊まっていた遠征先のホテルでこそっとイラスト入りうちわを記念撮影したりもしてます。自分の描いたイラストを使って好みなうちわに作りたいけど、どうやって作ればいいの？とか、綺麗に仕上げるのが難しそうって思ったことありませんか？そんな方はこの動画を見れば大丈夫です。今回はお絵描きアプリと英語サイズまで印刷できるエプソンのミニプリンター、誰でも簡単にできる方法をわかりやすく解説していきます。この動画を見れば、あなたもライブでもっともっと楽しめるかもしれない応援うちわを作れるようになりますよ。さらに、完成したうちわを傷や雨、汚れから守るために便利なうちわカバーも同じくセリアで購入しました。どんなものなのか一緒に紹介していきますので、ぜひ動画を最後まで見ていってくださいね。このチャンネルでは普段から推し活関連の動画をアップしているので、チャンネル登録と過去動画も見てもらえたらとっても嬉しいです。今回使ったものは概要欄のリンクを貼っておきますね。それでは早速、こんな感じのオリジナル推しうちわを作っていきましょう。今回の目次です。初心者でも簡単に作れるステップを紹介していきますね。1、必要な材料や道具を解説。2、うちわのデザインをおしゃれに仕上げるポイント。3、応援うちわをきれいに保つためのカバーを紹介。材料紹介。続いて、今回の材料紹介をします。今回使う材料はこちらです。黒い無地のうちわ、セリアで購入しました。こちらにイラストが書いてあるかのようなパッケージになっていますが、両面とも黒い無地のうちわになっていますので安心してください。こちらは、サイズが縦 285mm、横が 295mm となっています。持ち手部分が縦 135mm ですね。そして、今回使うこのチャンネルがおすすめしているエプソンのミニプリンター PF71。こちらをプリンターとして使っていきます。そして他に必要なもの。こちらはマスキングテープ。ケースに入っているものですが、これの適当な黒のものを使っていこうと思います。こちらは柄があってもなくても大丈夫かと思います。それから、両面テープ。そして、コピー用紙。こちらはうちわに大体のサイズを配置するために使います。それから、こちらはちょっと大きめのものなんですけれども、インクジェット対応の印刷用紙が必要になります。画質に特にこだわらない方だったら普通にコピー紙でも問題ないかもしれないです。私はこちらの A4250 枚の両面上質普通紙仕上げのカッサイという紙を使っています。こちら A4 の紙を A5 サイズにカッターで切った紙を使うことにしています。そしてこちらのうちわカバーですね。大切なうちわを傷や汚れから守るうちわカバーです。セリアなどの100均で売っているものなので手に入りやすいかと思います。イラストや文字を書いたり加工する iPad などのお絵描きアプリ、それから印刷に使うプリンターのアプリ、これだけあれば応援うちわが作れちゃいます。デザイン案と準備。まずはデザインを作成していきます。
配置のイメージ図をあらかじめ書いておくと失敗が少ないかもしれないです。手書きで紙と鉛筆で書いてもいいし、こんな風にデジタルで書いてもいいし、今回の構図はこんな感じにしようかなと思います。中心にキャラクターを入れて、周りに文字や装飾を入れていくことにします。私が今回のイラストに使ったお絵かきアプリは iPad 版のクリップスタジオ、略してクリスタと呼ばれるアプリケーションです。ひとまず英語サイズのデータでデータの新規作成をしてそこにイラストを作成。印刷用なので解像度は 300dpi ぐらいにしています。自作でプリントする用なので RGB で描いてますね。CMYK だと色味がちょっとまた変わってくると思います。ペンの種類設定はカブラペンでサイズは13ピクセルぐらいのラインで引いたかなと思います。線は書いた後に上でレイヤーを重ねてクリッピングマスクというのを設定して色を描画すれば、いわゆる色トレスというのも簡単にできるので、清書の線の色は私は真っ黒で描きがちかもしれないです。内輪のサイズと英語のコピー用紙のサイズ比較。内輪のサイズと英語のコピー用紙のサイズ比較はこんな感じですね。よほど大きくイラストを配置するわけでなければ、すっきりまとまるサイズ感です。そして、周りに推しの名前やファンサのフレーズも組み合わせてみましょう。私はスタンダードに推しの名前とデフォルメイラストを配置していこうと思います。今回は仮でオリジナルキャラでいきます。そのうち、この私リコチが動画に使っている会員 VTuber から新しいデザインでセルフ受肉したいと思ってキャラデザを進めている子です。以後、お見知りおきをライブ 2D の勉強頑張ります。そして、内輪に配置するなら、このイラストの他にも、ハートや星などの装飾もあると可愛くなるかも。イラストのデータと文字や装飾のデータは2枚に分けて作ってみています。そうそう。この内輪の素材選びの最大の注意点としては、キラキラ光を反射する素材は使わないこと。具体的には、金銀の紙やホログラムの紙などです。ライブ中にその部分が光を反射して、ライブ中に推しや他の参加者の迷惑になってしまうことがあるので、ここは気をつけたいですね。この動画では完全にプリントアウトしたものだけで作っていくので、シールタイプなどのホログラムは使う予定はないです。イラストのサイズは英語サイズぴったりぐらいで書いておきます。左右上下の余白は若干あるといいかもしれない。イラストの輪郭線は可能ならちょっと太めにしておくと目立っていいかもしれないです。線の色は黒か暗めの色にしています。キャラクターの目線は左右に外すよりもまっすぐ前を向いてる方がいいかも。文字部分の制作については、つい最近完全無料化された Adobe Fresco という iPad アプリを使っていきます。このお絵かきアプリ設定しなくてもタイムラプスを保存しておいてくれる機能付き。結構嬉しい。後で録画設定しておけばよかったということを頻繁にあるんですよね。今回はイラスト制作ではないので、記録は書き出しませんでした。このような形で別の英語サイズのデータも作って、こちらに名前や星、ハートなどの散りばめる用の素材を作っていきます。今回はこちらのニタラゴルイカ06というフォントを使っていこうと思います。フォントを決めたら、テキストのサイズを大きくしたい。こんな感じでドラッグしていくと大きくなっていきます。ここをこのように拡大してあげてもいいかも。サイズ感的には190ポイントぐらいにしてみようかなと思います。で、こちらをレイヤーを複製したい。複製したら横に。そして
配置しました。あとはハートや星などを作っていけたらいいのですが、こちらの周りに境界線や色の変更をしたいですね。星の名前のデータはテキストツール。遠くからでも見やすい配色は文字が明るい色だといいと思います。そうですね、白や黄色がいいと思います。サイドも目いっぱい上げてあげてください。そしてその周りに締め色で黒か蛍光ピンクなどの色を配置してあげます。こちらにはどうやら境界線の設定はなさそうなので、もうこれは描いていってしまおうと思います。ベクターブラシを選んで、よくあるマゼンタに近い蛍光ピンクのような色でちょっとヨロヨロしていますが、こんな感じでうちわによくある配色ができたのではないかなと思います。足りなさそうなところはしっかり描いていってください。本当はね、こちらの滑らかさっていうところを上げてあげると線が震えるのを防ぐこともできます。Adobe Fresco を使ったことがない方にはおすすめの機能かも。あとは星やハートなども描いていきます。はい、ということでこちら文字のデータも仕上がりました。境界線を設定できないアプリの場合は手書きで文字の周りをかたどって塗ってしまいましょう。こちらの文字のデータとイラストのデータ2つができたらプリントしていきます。プリント方法、次にエプソンのミニプリンター PF71 を使ってデザインを印刷していきます。プリンターの使い方は簡単で iPad やスマホアプリでも操作できます。プリントする様子、ちょっとお見せしますね。英語サイズまでしかプリントできないプリンターなんですが、文字やイラストをバラバラのデータにしてプリントすれば問題なくレイアウトできます。でも、まずは本番用のプリントはせず、仮印刷をしてみることをお勧めします。イラストや文字のサイズが想定と違いすぎたということも発生すると思います。それを防ぐための工程を今からご紹介しますね。こちらの文字やイラストのデータをレイヤーの不透明度を 10% 程度まで下げます。こんな感じですね。そしてこれをコピー用紙など適当な紙にプリントアウトしてみるんです。インクの消費を抑えるためにこのように色を薄くしています。ではプリントしていこうと思います。このように英語サイズにレイアウトできました。こちらをプリントします。ではこちらのイラストも不透明度を 10% 程度にしてこちらもプリントしていきましょう。はい、このように2枚プリントアウトできました。このようにプリントできたらうっすら見えるイラストや文字をハサミで切ってうちわに実際にレイアウトしてみましょう。はい、切り終わったのでこちらのうちわに仮で配置していきます。さて、仮でこのような形で配置してみました。もう少し星やハートがあってもいいかもしれない。なので、このまま星とハートの紙を少し多めに作っておこうかと思います。ちょっとここのレイアウトが空いていますよね。もったいないので何か入れようと思います。こちらでサイズ感が問題なければこのまま実際に貼っていく用紙にプリントします。サイズ調整が必要だなと思ったら
スマホや iPad をお持ちの方は画面上で小さくしたりしてみてください。PC をお持ちの方はデータを縮小して書き出したり保存し直したりしてみてくださいね。これでサイズが OK となったら実際の不透明度 100% のデータを改めてプリントします。プリントする紙の種類はコピー用紙、インクジェット対応用紙、そうですね、迷いますね。ひとまずキャラクターのイラストと1枚目の装飾はインクジェット対応用紙、星とハートはコピー用紙でプリントアウトしてみようと思います。コピー用紙とインクジェット対応用紙の印刷の質もテストしてみたいと思います。印刷品質はきれいにしておきます。では、こちらでプリントアウトします。キャラクターのイラストも印刷していきます。今度は普通紙、コピー用紙ですね。こちらで星とハートだけをプリントしていこうと思います。こちらはこの部分のインクがもったいないと思ったので、このように2本指でドラッグしていくと星とハートだけのプリントもできそうなので、こちらで印刷をしてみます。はい、プリントアウトできました。そうですね。なんだか発色もしかしたらコピー用紙の方がはっきりしてるかもしれない。せっかくなのでイラストの方の色の発色も調べてみましょう。プリントできました。そうですね。こちらがコピー用紙、こちらがインクジェット用紙なんですが、時間が経ってくると同じぐらいの色味になるような気もします。先ほどプリントアウトしたものも色味としては先ほどプリントしたばかりの時はこちらのコピー用紙の方がはっきり見えていたような気がしたんですが、乾いてくると大体同じような気がしますね。ということで、細かい発色については個人的には濃淡の感じがコピー用紙の方が好きかもしれないです。紙がしっかりしてるのはインクジェットの方なんですけどね。ちょっとこちらも完全に乾いてからハサミで切って、そして今度はうちわに貼っていく作業に入りたいと思います。というわけでこちら貼り付け作業に入っていきます。印刷ができたらこのようにハサミでカットして両面テープで貼り付けていく作業に入ります。イラストについては 1cm くらい白い部分を残してカットしてあげると、黒いうちわの背景とパキッと境界線が見えていい感じになりそうです。位置を先にしっかり配置してから貼ると綺麗に仕上がりますよ。ではまずはメインにしたい切り抜いたイラストを配置します。そして名前とパーツを配置。位置が決まったら一部をマスキングテープで留めておくのもありです。あまり装飾に影響しないので、これから説明するやり方もおすすめです。今回はコピー用紙も大丈夫そうって言ったんですが、結局インクジェット用紙の方が少し紙の厚みが厚かったので、裏抜けしづらいと思ってそちらの方を使いました。では、まずはイラストの後ろにマスキングテープ。これは何色でも構いませんが、黒はもしあったら透けにくいかもしれません。こちらを一度仮止め用のものとして貼り付け、次にこちらの両面テープを貼っていきます。こちらの剥離紙はまだ剥がさずにいて大丈夫です。絵が剥がれないように配置してあげれば、長さや位置は自由にしてしまって大丈夫かと思います。こんな形で両面テープを貼れたら、両面テープそのまま貼ってしまうと位置がずれたっていうことになりかねないので、こちらのマスキングテープをくるっと丸めた状態だけでこのようにまず配置してあげます。真ん中にマスキングテープを貼っている状態です。位置がこれがちょうどいいという状況になったら、周りの両面テープの剥離紙を少しずつ剥がしていきます。
下の面は剥離紙が剥がせました。あとは上の方ですね。これでぴったり位置がずれずにうちわのレイアウトができました。他の名前やハートなども貼っていきます。こちらでうちわのレイアウトが完成です。カバー装着。最後に完成したこのうちわをカバーに入れたら完成です。このタイプのうちわカバーは片側にファスナーがついているタイプです。取り外しも楽なのでおすすめアイテムです。こちらもセリアでゲットしました。2024年11月現在ですね。こちらに入れていきます。入れ方は簡単。このようにファスナーを閉めてあげればこちらで完成です。このカバーがあると傷や水、汚れから守れてイベント当日も安心です。屋外が雨の時もお役立ちですよ。そして実はこのうちわは1本だけじゃなくて2本入れられたりもします。当日どっちのうちわを使うか迷うなっていう時はこんな使い方もあるよという共有でした。まとめ。以上。これでオリジナルの応援うちわが完成しました。今回は表側のみでしたが、このうちわは両面使えるので、お好みで裏面も作ってみてくださいね。さて、今回の動画の特集はいかがだったでしょうか？この動画が役に立ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメント欄で皆さんのうちわを作ってみた報告などもぜひ教えてくださいね。もしこの動画が良かったよという方は、高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネルういしきでは、私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドールをめでたり。また、現在イラスト制作などのお仕事も募集中です。今表示している QR コードからオーダーページにも飛べます。企業様、個人様問わず、このサイトからご連絡くださいませ。何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。